皆さん、こんにちは。ジャパニーズリスニングポッドキャストへようこそ。このポッドキャストでは自然な日本語を聞きながら楽しくリスニングを練習していきます。JLPT の勉強をしている人も、自然な会話を聞けるようになりたい人も、ぜひ最後まで聞いてくださいね。今日は AI を使って日本語をもっと効率よく勉強する方法について話します。最近、本当に AI を使う人が増えたよね。わかる。AI で日本語勉強してますっていう人かなり増えた気がする。でも、正直、便利そうだから使ってるけど、実はあまり勉強につながってないっていう人も多い気がするんだよね。確かに AI に聞いてなるほどって思って終わっちゃうことあるかも。そうそう。その時は分かった気になるんだけど、次の日には忘れてたりね。痛い。だから今日は AI をただの便利ツールとしてじゃなくて、日本語学習のパートナーとして使う方法を話していこいいね。JLPT の勉強にも使えそう。う。ただ、最初に大事なことを言うと、AI を使えば一気に日本語が上手になるっていうわけではないんだよね。近道ではない。結局、自分で読んだり、聞いたり、覚えたり、話したりする練習は必要。つまり AI が代わりに勉強してくれるわけじゃないんだね。そう。でも、勉強を整理したり、復習しやすくしたり、問題を作ったりするのはすごく得意なんだ。なるほどね。先生の代わりじゃなくて勉強をサポートしてくれる感じか。例えばチャット GPT はわからない文法を聞いたり、例文を作ってもらったりするときに使いやすいね。チャット GPT ならすぐ質問できるし、会話みたいに聞けるのがいいよね。でも、教科書やノートを使って勉強したいときは、Notebook LM のようなツールも便利だよ。ノットブック LM って自分の資料を入れて使う AI だよね。そう。自分の教科書、ノート、PDF、動画の字幕なんかを入れて、その内容について質問できるんだ。それは JLPT の勉強にかなり使えそう。例えば、教科書の一つの章を入れて、この章のポイントを N3 学習者向けにまとめてくださいってお願いできる。ポイントだけ先に見られるのは便利だね。さらに、この章に出てくる文法をリストにしてくださいとか、この文法を使った例文をいつ作ってくださいって頼むこともできる。ただ、読むだけじゃなくて問題に変えられるんだね。そう。それが結構大事なんだよね。読むだけだと分かった気になって終わることが多いから。わかる。だから AI を使うときはまとめてもらうだけじゃなくて、必ず練習問題も作ってもらうのがおすすめ。例えば、どんな風に？この章の内容から N3 レベルのクイズを5問作ってくださいとか、間違いやすいポイントを3つ教えてくださいみたいに聞くといいね。それなら読んだ後にすぐ確認できるね。動画にも使えるよ。例えば、日本語レッスンの動画を見た。あと、字幕やスクリプトを AI に入れる。動画って見て終わりになりやすいしね。そうなんだよね。だから、この動画に出てくる大事な単語をまとめてくださいとか、この動画の内容でリスニング問題を作ってくださいってお願いする。それいいね。動画がそのまま復習教材になる感じ。見る、まとめる、クイズにする、もう一度見る。この流れにするとかなり覚えやすくなると思う。じゃあ、単語にも同じように使える。単語の勉強にも使えるよ。この単語で例文を作ってくださいと頼めば使い方のイメージがわかりやすい。例文があると覚えやすいよね。あと、仕事、旅行、学校みたいにテーマごとに単語を分けてもらったり、暗記カードの形にしてもらったりするのもおすすめ。それ良さそう。文法も便利だよ。ようにと
ためにの違いとか AI に例文付きで説明してもらえる。あれ毎回混乱する。わかる。でも文法説明は AI が間違えることもあるから教科書とか辞書でも確認した方が安心かな。AI を信じすぎないことも大事なんだね。そうそう。リスニング練習にも使える。かなり使えると思う。例えばコンビニでの会話を N3 レベルで作ってくださいとお願いできる。それを音読したり、シャドーイングしたりする感じ。短くて聞き取りやすい会話を作ってもらえばかなり練習しやすい。ディクテーションにも使えそそうだね。聞いて、書いて、確認する。これを繰り返すとリスニング力はかなり伸びると思う。う。でも何から始めればいいか迷う人もいそう。そういう人には簡単なスタディワークフローがおすすめだね。スタディワークフロー。例えば、まず一つ目、今日勉強する教材を一つ選ぶ。教科書の一章でも動画一本でもいい。欲張りすぎないのが大事だね。二つ目、その教材を、チャット GPT やノートブック LM に入れてポイントをまとめてもらう。三つ目、大事な単語と文法をリストにしてもらう。それで何を復習すればいいかわかるね。四つ目、その内容からクイズを作ってもらう。五つ目、間違えたところだけもう一度復習する。それならかなり具体的。例えばこんなプロンプトが使えるよ。この教材を N3 学習者向けにまとめてください。大事な単語、文法、クイズを作ってください。それ一つでかなり勉強しやすくなるね。あとは私が間違えた問題を見て弱点を教えてください。次に何を勉強すればいいかも教えてください。それは本当にスタディパートナーっぽいね。勉強計画も作れるよ。N3 を受けます。読解と聴解が苦手です。1週間の勉強計画を作ってくださいみたいにお願いできる。便利だけど計画だけ作って満足しちゃいそう。それは危ない。結局一番大事なのは続けることだからね。小さく始めるのが大事か。そう。今日は30分しかありませんって伝えれば短い勉強メニューも作ってくれる。それなら始めやすいね。最後に AI を使うときに一番大事なのは AI に勉強してもらうのではなく AI を使って自分の勉強をもっと良くすることだと思う。なるほどね。AI は魔法じゃない。でもうまく使えば本当に強い学習パートナーになると思う。チャット GPT で質問してノートブック LM で自分の教材を整理してクイズや復習メニューを作る。こう使えば勉強がかなり具体的になるね。そうだね。聞くだけ、読むだけで終わらせないで、自分で答える練習まで作るのがポイントだね。今日のエピソードは皆さんの日本語学習のヒントになったら嬉しいです。それではまた次のエピソードで会いましょう。またね。